こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今日はフリーランスの翻訳者ってどんな仕事してるのっていう話をしたいと思います。皆さん翻訳者さんっていう一般的なイメージとして本を翻訳するとか本とか辞書を片手にパソコンを叩いているっていう姿が、思い浮かぶんじゃないかなと思うんですけれど、実際には翻訳者っていうのは実にいろんな仕事をしています。もちろん翻訳しかやらないっていう翻訳者もいることはいるんですけれど、私たちリングイストって言われる人たちは翻訳だけじゃなくて他にもその周辺の作業をいろいろやっています。翻訳以外に例えば他の人が翻訳した翻訳をチェックする、チェッカーさんっていう、日本ではチェッカーさんって呼ばれてて、海外ではエディターとかプルーフリーダーって言われてる仕事があるんですけれど、そういう他の人が翻訳した翻訳をチェックする仕事をしてる時もあれば、あとは翻訳が完成して完成品ができてきたらそれを今度チェックするっていう仕事もやっています。翻訳の対象の文字列って多くの場合全部文字列だけ抽出されて、でそれがワードとかエクセルとか翻訳ソフトにまとめられてファイルでこっちに届くことが多いんですね。なので結構手探りで翻訳しているっていうことが多いわけなんです。例えば、exit っていう英語があったら終了してくださいって言ってるのか、終了しますって言ってるのか、出口って言ってるのか、それ見ただけだったらちょっとわからない。なので実際に完成品が出来上がってからこういう背景情報、こういう文脈で使われてたんだなっていうのを確認して、それを直したりするっていう仕事もしています。でその完成品をチェックするっていうのにも2種類あって、一つはパンフレットとかそういう反則資料とか、いわゆる PDF ファイルとかで来た資料をチェックする。で流し込まれてきている翻訳を見て改行の場所を指摘してあげたりとか、ここちょっとはみ出してるからこういう風に直してとか、そういう指示を出したりすることもあります。あるいはソフトウェアの文字列なんかを翻訳した時は、実際にその文字列がソフトウェアに読み込まれてからどういう風な見え方をするかっていうのをチェックすることもあります。例えばパソコンのソフトウェアで文字列であるじゃないですか、ファイルとかで、そういうのを自分のパソコンでそのソフトウェアを開いてチェックすることもあれば、お客さんのところに出向いて、でお客さんの会社でそれをチェックするっていうこともあります。大都市に住んでいる翻訳者さんなんかは結構オンサイトの仕事、そういうお客さんのところへ行って仕事をするっていうことをやってる人も多いです。私が昔駆け出しだった頃はカリフォルニアのサンフランシスコの近くに住んでたので、たくさん翻訳会社とかそういう IT 関係の企業がたくさんありました。なのである日はダウンタウンで翻訳会社で、今はもう日本に進出しちゃってるアパレルの会社のファッションカタログの構成をし、でそれが終わったら今度はサンノゼの IT 企業へ行って、でそこでお客さんが作ったソフトウェアをテストする。フリーランスのパソコンだとちょっと弱すぎたり、あと機密上の理由があったりとか、そういった理由でお客さんの会社に来てもらった方が都合がいいっていうことなんでしょうね。なのでそういう時はお客さんの会社へ行って、でその期間だけは社員さんと同じように普通に仕事して、社員食堂でご飯食べたりとか、そういうこともして、でそのテストを終えて帰る。でそれが終わったら今度はまた別の翻訳会社に出向いて、すごく分厚い医療機器のマニュアルかなんかを渡されて、ペンを片手にこれで間違いを直してくださいみたいなことをしてたこともあります。だから次から次といろんな分野のいろんな仕事が来てて面白かったです。で大都市を離れてあちこちで暮らすようになってからはそういうオンサイトの仕事っていうのはあんまりなくなったんですけど、でも今でも翻訳の仕事でも例えばチームを組んで
一つの案件について、5、6人の翻訳者で意見を交わしながら翻訳をすることもあるし、さっき言ったように翻訳、あとチェック、PTP チェック、あと QA テスティングみたいなのを自宅でやってることもあるし、あとは他の翻訳者さんの翻訳のトライアルの採点をやってることもありますし、あとは新しい商品のキックオフミーティングみたいのがあるからっていうので、フランス語とかドイツ語とかイタリア語とかいろんな言語の翻訳者さんを集めて、そういう商品説明のミーティングみたいなのを海外の会社がやるときにはテレカンに出席して、そこでそういう商品の説明を聞いたりとか、そういうことをやってることもあります。なので、在宅と言ってもいろんな種類の仕事をやってるので飽きないです。いろいろな業界とかいろんな世界に触れることができるし、どんどんテクノロジーは進化しているので、一生勉強という形で勉強も続けていけるし、飽きなくて楽しい仕事だと私は思っています。もし翻訳者を目指している人がいたら参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you next time.